皆さんこんにちは、ガジログです。今日はファーウェイバンド6とレドミースマートバンドプロをどちらが優れているのか私なりの視点で徹底比較してみたいと思います。こちらのファーウェイバンド6は2021年の4月に購入したもので、もうかれこれですね10ヶ月以上使ってきていますので、そろそろ新しいモデルも出るんじゃないかっていう、そういった頃にもなってきています。そしてこちらのレドミースマートバンドプロはこの動画が出ている1ヶ月ほど前に購入したもので、最新のモデルになっていて、シャオミが出しているものになっています。ではいくつかの項目で比較してみたいと思いますけども、それはディスプレイ、バッテリー、操作性、バンドの付けやすさ、そしてモニタリング系ですね、睡眠継続とか心拍計測とか、そのあたりの精度に関しても少ない項目かもしれませんがご紹介します。そして文字盤の種類ですね、そういった面でも比較してみたいと思いますし、価格の面でも最後コメントしてみたいと思います。それでは早速いってみましょう。ではまず最初にですね、ディスプレイについてご紹介したいと思います。どちらも画面のサイズに関してはほぼ同じですね。 1.4 インチレベルになっています。そしてAMOLED採用していますので、有機 EL パネルがどちらとも採用されています。そして視認性に関してなんですが、今現在のインプレッションとしてはですね、こちらのレドミースマートバンドプロの方が綺麗に見えるなっていうのが思っているところです。というのも屋内であればほとんど見栄えは変わらないと思いますけども、斜めにしていますね。そうしますとちょっと違いが出てくると思いますが、こちらのファーウェイバンド6は曲面なんですね。ですので表面の部分よりもちょっと下に見えますので、手前の部分ですね、ちょっと暗くなっている感じもしますね。それに対してこのレドミースマートバンドプロはすごく表面に近いっていうんですかね、本当に直接画面を指で触っている感覚があります。これを見てしまうとファーウェイバンド6はちょっと下にあるなっていう感覚になってしまいます。この1年でディスプレイの進歩の差があるのかもしれません。横から見てみますとこのようにね、ファーウェイバンド6は湾曲しているのがわかるかと思います。そしてここからも見てもやっぱりこちらのファーウェイの方は画面がちょっと下に見える感じですね。それに対してレドミースマートバンドプロは非常に表面に近い感じがします。感度に関してはそんなに変わらないですね。ですので視認性に関しては今現在で言ってしまえばレドミースマートバンドプロの方が個人的には綺麗に見えるなっていうのを思いますし、そして何よりもですね、以前の動画でも話しましたけども、画面の明るさセンサーがこちらのレドミースマートバンドプロはついていますので、外に行っても非常に綺麗に見えます。サングラス越しでも本当に綺麗に見えますので、これは本当に買ってよかったなと思います。それに対してファーウェイバンド6は明るさ調整機能自動ではやってくれませんので、そういった面では家の中はこの明るさでいいんですけど、外に持っていくとやっぱりちょっと見づらいなっていうのを今更感じることになります。次は操作性に関して見ていきたいと思います。もう再三言ってきましたけども、このファーウェイバンド6は非常に秀逸ですね。というのはですね、例えば設定の奥深い部分いきますと、戻るのにね、こちらだと戻るみたいなね操作方法になりますけど、ファーウェイバンド6に関してはこの横のサイドボタンを1回押すだけでホームに戻ることができるという非常に便利になっています。これがあるかないかっていうのは本当に大きな差ですね。 iPhone でホームボタンがあるモデルが iPhone SE とかありますけども、全くそれと一緒で押すことによって迷わずにホームに戻ることができるというのは非常に秀逸です。それに対してこのレドミースマートバンドプロは一切ね、そのボタン系っていうのはありませんので、戻る時には必ず、例えば通知を出した時に戻りたい場合はボタンがありませんので、このようにしてスワイプすることによって戻るということになりますので、操作系統においてはやっぱりファーウェイバンド6の方が一歩上を行ってるなと思います。何よりもやっぱりボタン一発でいけるっていうのがいいですね。次はバッテリーに関してです。バッテリーの持ちに関して言うと、メーカースペック値はですね14日間、そしてレドミースマートバンドプロも14日間、そして低消費モードであれば20日間、20日ですねになっていますけども、これね買ってからも10ヶ月ぐらい経っているので、もちろんバッテリーが劣化しているっていうのもあるので、今現在では比較することはできませんけども、最初の段階ですね、レビューした時の数値からすると14日間しっかり持ちました。1日あたりワークアウト45分から1時間ぐらいですね。そしてモニタリング系ですね、例えば心拍、SpO2、睡眠計測ですね、ストレス計測とかね、そういったあたりのヘルスケア系のモニタリングは全てオンにしてある状態で、
だいたい14日間持ちました。それに対してレドミスマートバンドプロもやっぱり14日間ぐらい持つペースになっています。もしくはですね、最近出した動画で見ていただいた方はご存知だと思いますが、1日あたり 6% ぐらい今バッテリーの消費になっていますね。 AOD はオフにしてある状態なんですが、同じ条件ですね。 AOD こちらついてませんので、 AOD がついていない状態であれば1日 6% 減になっていますので、おおよそ17日ぐらい持つ計算になりますので、新品の状態であればレドミースマートバンドプロに軍配が上がるかなという感じになっています。 AOD をオンにしてしまうと1日あたりだいたい 25% ぐらいね、こちらのレドミースマートバンドプロは減ってしまいますので、そのあたりでだいぶ違うのかなという気はします。今 AOD が作動しましたけども、このモードですね、 AOD をオンにした場合ですが、朝の6時から夕方の6時ぐらいまで AOD をオンにした場合、1日あたりだいたい 25% ぐらい減ってしまいますので、 AOD はバッテリーを食うということが分かりました。ですので今現在は AOD はオフにしてある状態になっています。ですので少しでもですね、バッテリーの持ちがいい方がいいよっていうことであれば、こちらの今であればレドミスマートバンドプロかなという感じですね。そしてファーウェイバンド6に関しては AOD、ね、もちろんついていませんけども、だいたい最初の段階から使うのであれば14日間ぐらい持つかなという感じですので、それを2週間ね持てばそれでも十分長いですのでね。では4番目の点ですね。それはバンドの付けやすさに関してです。圧倒的にこちらです。レドミースマートバンドプロになります。それはですね、この昔ながら伝統的なこのデザインですね。ループ式で通してパチンと止めるだけになっていますけども、こういうことですね。パチンと。これで止めることができました。そしてですね、このファーウェイバンド6はこのバンドの方をね変えてしまいまして、アプローチのナイキモデルみたいなバンドに交換してしまっています。これなんでもう長いことこの状態になっているかと言いますと、非常にこの純正のベルトを含めて止めにくかったからなんですね。圧倒的にこちらの形状の方がつけやすいっていうのはもう今でも変わりません。こういう感じになりますね。差し込んでいくという形になりますので、これだと本当に楽ですね。次はですね、モニタリング系の規格になります。どちらに関してもその機能はついていますね。睡眠計測、心拍、SpO2 ですね。これが3大計測かなという感じもしますけども、ファーウェイバンド6から言いますと、一番上に心拍数の計測、そして血中酸素の計測ですね。そして睡眠モニタリングもやってくれます。これは24時間モニタリングになっていますので非常に便利ですね。昼寝の計測もやってくれます。そしてストレスの計測もやってくれます。ですのでほぼ欲しい機能は全部ついているのかなという感じですね。それに対してレドミースマートバンドプロはどうかと言いますと、ここですね、心拍、血中酸素レベル、そして睡眠計測ですね、そしてストレス計測というふうにこちらと同じ仕様になっています。ただですね、大きな違いとしましては血中酸素の測定に関しての画面になっていますけども、これは24時間モニタリングしてくれるのでいつでも自動的に測定してくれています。そしてレドミースマートバンドプロは実はこれ手動なんですね。24時間はやってくれなくて、自分でやりたい時に測定するという形になっています。もしくは睡眠中のみ30分ごとに計測するか10分ごとに計測するかということになっていますので、だいぶその考え方が違うんですね。そういうこともありまして、24時間モニタリングしているファーウェイの方はやっぱりバッテリーその分ね消費しますので、当然ながらレドミースマートバンドプロの方がバッテリー持つっていうことになるんじゃないかなと思います。ここで結構差が出てるのかなと思いますね。左腕で SpO2 計測をしていますけども、このファーウェイバンド6に関して非常に測定が早いんですね。30秒以内にほぼ終わる感じになっています。それに対してレドミースマートバンドプロは失敗することが多いです。マニュアルで測定しようとするとかなりの確率で失敗します。これ理由はね正直わからないですね。ただ睡眠中の SpO2 計測に関してはしっかりデータ取れていますので、本当に動かない状況であれば、腕を動かしていない状況であれば取れるのかなという感じがします。ここに関しては圧倒的にファーウェイバンド6のモニタリング系の方が上回っているという感じがしました。睡眠計測に関してましてはバンド上ではですね、こういった感じで表示されます。でこれがスマホ上でね見ることができますけども、とある日のデータを比較してみたいと思います。今ね出していますけども、こういった感じですね。レドミースマートバンドプロに関しては非常にグラフで出ていますけども粗いなという感じがします。
それに対してファーウェイバンド6っていうのは細かく表示をしてくれているので、どちらかといえば見やすいなと思います。そしてどちらが正確かということに関して言うと正直わからないですね。これ一つ言えるのはグラフの見やすさ、結果の見やすさということになると思いますので、なかなか同時2つねつけて寝るってこともないと思いますので、たまたまこれはテストするためにやっていることなのでこのように比較することができますけども、通常はそういったことはないので、私個人としてはファーウェイバンド6の方が睡眠モニタリングの結果としては見やすいなと思いました。そしてですね、ワークアウトに関しての測定も同時に行っていました。これはとある日のワークアウトのデータになりますけども、ファーウェイウォッチ GT ランナーで歩いた距離を一つの基準として考えていますと 4.86 キロを歩いた距離になっています。時間が59分28秒なんですね。約1時間歩いてきました。でそれに対してですね、レドミースマートバンドプロの距離のデータは 5.21 キロになっていました。だいぶありますね。だいたい300メーターぐらい差が出てしまいました。そして歩数に関して言いますと、レドミースマートバンドプロは6863歩、それに対して GT ランナーの方は6838歩ですので、ほとんどこれは変わりませんでした。それで参考になんですが、こちらのファーウェイバンド6に関して同時につけていたんですね。これもで全部で3つつけていたんですけど、これは 4.73 キロでした。距離に関して言うと100メーターぐらいの誤差ですね。130メートルの少ない誤差になりました。歩数は6383歩ですので、450歩ぐらいですかね、少なめに出ていますので、データとしてはファーウェイバンド6はやや少なめに出るのかなという感じになります。これもね、どうしても基準となるものが GT ランナーでやっていますので、これが正確かどうかに関してはちょっと保証はできませんけども、こんな結果になったってことを覚えていただければと思います。では次は文字盤に関してです。文字盤の種類で言ってしまえば、現時点ですね、圧倒的にファーウェイバンド6に軍配が上がります。これは当然ながら有料の文字盤を購入することができますので、その部分でですね、圧倒的なその数が多いんですね。そしてこのレドミースマートバンドプロでいうと、シャオミウェアの中でオンラインというところがあるんですけども、いくつかの文字盤を自由にね選んで表示することができます。とはいえ圧倒的に数は少ないですね。本当に選ぶほどいいなと思うものがちょっと個人的にはなかったです。例えばこれ純正の文字盤になりますけども、こういったものやこういったもの、そしてこういったねアナログ時計タイプのもの、そして今お気に入りでこちらよく使っているんですけども、こういったものもあります。例えばミースマートバンド6とか5とかね、サプライのアプリを使って自分の好きな文字盤を入れることもできるんですけど、それはでも MiFit のアプリを使った場合だったんですね。でも今回からはこの Xiaomi Wear というアプリを使うことによって、今のところですね、サプライアプリから入れる方法というのがまだちょっと私は見つけられていないので、残念ながら標準のものを使うことになっています。それに対してこのファーウェイバンド6っていうのは本当に膨大な量の有料のものももちろん無料のものもありますので、そちらで楽しむことができます。例えば今標準で入っているものをお見せしますと、こういったねスピードメーター、ギャラリー、そしてねこういうカラフルカード、有料のものですね。これはね非常に似てますね。これファーウェイバンド6です。こちらレドミーですね。かなりこう似せてるね文字盤もファーウェイこうやって用意できますのでね、やっぱり有料のもの無料のものを含めて大量にあるのはファーウェイの方になりましたので、文字盤に関してはファーウェイに軍配が上がると思います。では最後に価格に関してです。どちらもですね中国のアリエクスプレスから購入しました。こちらが発売当初の価格なんですけども、だいたい5000円弱でした。そして最近買ったレドミースマートバンドプロの価格もだいたい5000円弱でした。ですのでアリエクスプレスで購入した場合に関してはほぼ同額ですので、どちらがこう安くてお得だったなっていうわけではないんですね。でも5000円で購入できるっていうのはすごいですね。このクオリティで5000円台で購入できるっていうのはどちらも素晴らしいと思いました。ということで個人的には5000円弱でね購入することができたということで、どちらもイーブン引き分けという感じになります。というわけで結果の方なんですけども、ディスプレイ、そしてバッテリー、バンドの付けやすさ、そして価格の面、4つの面でこのレドミスマートバンドプロが優れてるということになります。そしてこちらのファーウェイに関しましては操作性、そしてモニタリング系の精度、文字盤の種類ですね、そして最後の価格の面、4つの面で良かったということになりますので、どちらも4つだったんですね。イーブンということになりました。つまりこれはどっちがいいっていうわけではなくて、もう好みの問題になってきますね。
ですのでどっちもいいということになります。ですので皆さん好きな方を購入されていいんじゃないかなと思います。というわけで今回はファーウェイバンド6とそしてレドミースマートバンドプロの比較ということでご紹介しました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。